覚えたくないからですよ。いつもできるのかなと思うんですね。できないですね。でまたは信頼を得るための重要なツールであると。うんこれね、みんなよく忘れるんですよ。まあだからこうやって頭の中に頼りきんないわけですよね。こんにちは、もんじです。このチャンネルでは今の時代に通用する組織づくり、育成術など役に立つ内容をお話ししています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、本日もよろしくお願いします。お願いします。本日のテーマがですね、メモの大切さということで、これちょっと個人的にもすごい気になるんで、ぜひいろいろと教えていただけると幸いです。はい。弊社では新入社員若手に向けて基本のスキルということで、その一つでメモの大切さと、なぜメモを取るのかと、そういうところが研修というかですね、お話ししてるんですけども、僕からするとですね、何のためにメモを取るのかって言ったら、余計な頭使いたくないことと、覚えたくないからですよ。人間の頭を考えるとですね、よくその人間の脳は3つのことしか同時に考えられないみたいなこと言うんですけど、3つもできるのかなと思うんですよね。できないですね。まあ要は、パソコンほどやっぱ人間の脳を覚えてらんないですけど、パソコンもそうですよね。HDD、記憶容量と、メモリ、処理能力みたいなのがあるんですけど、限りがあるじゃないですか。で、人間の脳はやっぱりそんなにいっぱいたくさんのこと考えられないんですよね。覚えてらんないし。だからこう考えなくてもいいことを頭から排除するためにメモはあると思ってるんですよね。なるほど。要はここに書いてある通り、何に自分の頭を使うべきで、何を考えないで処理できるようにするかっていうことを実行していかないといけないんですよね。結論仕事できない人って頭の中で全て処理しようとするんですよね。できる人はやっぱ頭の中に頼り切らないですよね。だからメモはやっぱ単なる記録でもないんですけど、仕事のとにかく効率を高めて、でまたは信頼を得るための重要なツールであると。とにかく無駄な負担を減らして本当に考えるべきことに集中するためにメモを使った方がいいよと。というか使いましょうと。会社で言ってますよね。最初にこういう話しますよね、大体。例えば僕がですよ、今日の朝、奥さんに、今日帰りに牛乳買ってきてって言われたとしましょうと。大したことじゃない。怒られるかもしれないけど。自分の一日の中の、例えば仕事とか、個人のこととか考えても、大したことじゃないですよね。これね、みんなよく忘れるんですよ。大したことじゃないからメモらないですよね。なるほど。でもメモらないってことは、覚えてなきゃいけないわけですよ。仮に3つのことしか考えられないって言いましたけど、そのうちの1つを今日仮に牛乳買ってくるってことで脳を使うわけですね。おかいなと。なるほど。絶対忘れるんですよ。いや、俺は忘れないですよとか言いながら、牛乳買ってくるに1個使って、で、その中で仕事に行きました。仕事でこういうなんか問題が発生しまったらどうのこうので、ああだこうだ。俺大事なことやんなきゃいけない。これがこうだと。上司から何か言われたらこれがこうだと。はい、もう牛乳忘れてます。みたいな。絶対忘れます。だとしたら、それで牛乳を買うの忘れたら奥さんに怒られるから、じゃあここに書きますかみたいなたまに言いますよね。これもメモなんですけど、僕だったらじゃあどうするか。もう奥さんに言うわけですよ。分かったと。じゃあ、多分今日仕事何時頃終わるから、何時ぐらいにね、LINE でもう一回牛乳買ってきて帰り牛乳で忘れてないよねってリマインドしてくれる。そしたら僕も忘れていいわけですよ。自分のカレンダー、僕は Google カレンダー使ってますけど、帰る時間に牛乳を買って帰るって入れて忘れるわけですよ。忘れたいんですよ。だってそんなことに頭のメモリー使いたくないから。こんな話を大体いつもするんですけど、まあメモらないほど、言い方悪いですけどアホですよね。まあだからこうやって頭の中に頼りきんないわけですよね。そもそもメモをする目的ってなんだろうねって考えた時に大枠3つで考えたんですよね。1つ目は内容を整理して情報を要約することだと。要は聞くだけじゃなくて書くことで考えまとまるんですよ。なぜならば、バーッとこうやって僕が今喋ってるのを耳で覚えるってなかなかできないですよね。書こうとすると話すこの速度に追いつかないんですよ。だから聞きながら自分の中で自分なりに要約してるんですよ。自分が大事だと思ったことを書いてるわけですよ。この瞬間だから自分が要約してるんですね。整理も同じようなことなので、聞きながら書くってことは、ある意味要約してる。これが同時にできるってことですね。だからこそ重要なポイントを見極めて、後からすぐに、この話ってなんだっけって1から10まで聞いてから考えるんじゃなくて、聞いて書いてるから、自分が大事だと思ったポイントも要約されてるわけですよ。活用できますよね。なるほど。で、やっぱり書く方が覚えますよね。これ2つ目か。理解を深め、記憶を強化すると。メモを書くことで、
ただ聞くだけよりも記憶に定着しやすくなりますよね。うんこれはまあいろんな科学的根拠もありますけど、人はどうやって覚えるかっていう時に、聞くだけじゃなくて聞くプラス書くだと覚えるわけですよ。まさにさっき言ったように考えながら書いてるし、覚えるわけですよね。だから後から復習しやすくなって必要な情報をね、もう思い出せる確率が上がるわけじゃないですか。でこれも社内でよく言うのは、僕もちゃんとすごい科学者じゃんで調べたわけじゃないですけど、でも学校の勉強もそうじゃないですかと。書くことが別に必要なかったら、ノートいりますって。教科書ありますよねと。ノートに書く理由ありますかと。多分あれは、そう考えられて、その時時点で、やっぱりその資料を見るだけとか聞くだけ。要は見るが資料、教科書で、聞くがその教科書を改めて解説してる先生じゃないですか。で、書くっていうノートが足されてるじゃないですか。見る、聞く、書くなんですよ、やっぱね。このパーツ揃ってますよねと。これがもし先生の話を聞くだけだったら、覚えられますかと。まあ資料持った方がいいし、まあ自分なりにできるって書いた方がいいわけですよね。そもそも漢字を覚えるときにめちゃめちゃ書くじゃないですか。確かに。見るだけで覚えられるんだったら書く必要ないですよね。でも書いてるわけですよ。やっぱ書いた方が覚えられますよ。で勉強もそういう論理で走ってますよねと。最近の人たちはもう、メモ代わりに iPhone とかで、スマホとかで打ち込むじゃないですか。書いた方がより覚えるんですか？まあでもそのメモを取るって文脈では別に書くこととか、パソコンとかスマホにメモするの別にいいと思うんですよ。スマホにメモするときも同じですよね。さっき言った通り喋ってるのをそのまま録音するならまだしも、自分でメモるんだと自分の中で考えて要約しなきゃいけないんで、まあ同じことですよね。なるほど、なるほど。ただまあ僕のおすすめは書いた方がいいと思いますよね。やっぱそっちの方がより要約しなきゃいけないんで。まあそうですね。あと聞かなきゃいけないんで集中しますよね。そっかそっか。目的3つ目なんですけど、これね、意外と分かってない人いるんですけど、ぶっちゃけ相手からの評価上げますよ。だって会社でこうやって例えば喋ってる、研修してます、教えてますって時にメモを取ってない人とメモを取ってる人がいるとしたら、どっちの方が話聞いてんな、真面目だな、熱心だなと思いますかと書いてる方ですよね。いやそんなの関係ねえじゃんって言われるかもしれないけど、ほとんどの人はそう思ってますよ。じゃああなたねと、自分が話してる時に極端な話、全然目も合わない、どっか向いてる顔が、なんならもうちょっと目もつぶりそう、眠そうにしてんなみたいな、こいつ絶対聞いてねえなとか思いますよねと。こういう人と一生懸命こっち見ながら耳を来たとかこうやって書いてる人を見た時に、どっちの方が自分の話聞いてくれてって声を持ってますか？絶対後者なんですよ。だからそんなことで判断しないでよって受けてる側で言う人がいますけど、いや自分がやってる側でもそう思うでしょと。なんで逆を言うと、メモ取ってないと聞いてない、こいつ真面目じゃないな、やる気ないなと誤解される可能性がありますよ。確かに。これは損害しかもないですよ。見えないところで損害になってますよ。はい。やっぱり話してる側からすると、すごい真剣に聞いてくれてたとか、熱心だとかって思う人の方が好意的に捉えますよね。その後の態度も変わる可能性があります。なんで、評価を上げるためにメモを取るんだっていう動機は不純ですけど、あくまでもそうですね、ちゃんとやってる前提で、そう思われた方がプラスに決まってるんだから、ある意味ですよ、じゃあそんなことで評価上がる可能性とか機会もらえる可能性が広がるんだったら、やった方がいいに決まってるんじゃないですか。そうですね。はい。確かに。ちょっとここであえてですね、デメリットのことを言ってるんですよね。やった方がいいよ、やった方がいいよって言うと、なんか、いや別にいいっす、みたいに。いや、やんないことこんなデメリットありますよって言った方が、失うのはやっぱ本来怖いんで、はい、デメリット話していて、まあ、メモしないと次の問題が生じますよと。一つ目はね、やっぱり記憶に残りづらいですよね。さっき言った覚えられない。人間の記憶ってやっぱ曖昧ですし、聞くだけではほとんど忘れちゃいますよね。だいたい記憶に残るのって何を言われたかじゃなくて、それを言われたことでどんな気分にさせられたかを覚えてる人いるんですけど、すごい嫌な気分になったことと、すごい嬉しい気分になったことだけ覚えてるんですけど、具体的に何言われたかも覚えてないですよ。忘れちゃうってことですね。はい。で、書いておいたら忘れても見返して思い出せるじゃないですか。記憶に残らない、覚えないってことは、仕事においても不利に働きますよね。確かに。それで仕事ができるかって言われたら、と思いますよね。二つ目はやっぱ考え整理できないですよね。思考がまとまらないですよね。例えばですよ、よく考えてください。記者会見とか、ね、通訳してる人とか、めっちゃ書いてますよね。確かに。記者の人とかも聞きながら書きながら、例えば質問何しようかとかっていうのを整理してるわけですよ。でもちゃんとメモってる人だと、そのメモった中で整理されてるんで、聞きたいことがポコッと
スムーズに出てきますよね。なるほど。通訳の人もやっぱり、ただ右から左で言うのが一流の通訳者じゃなくて、はい。ちゃんと何を言いたいかを咀嚼して、で相手の言語で分かりやすいような表現をするっていうことをやるのが一流の通訳者だと思うんですよ。これも僕も通訳の人、いろんな人をこう通訳してもらったことありますけど、すごい差を感じるわけですよね。一流っていうのはそういうことをしてる。そのためにやっぱすごいメモってますよね。何を言ったかと。で伝えるためにこう書いてるわけですよ。メモらないと考えが整理できないし、思考がまとまらないんで、何が重要なのか分かんなくなっちゃったりとか、効率が悪くなったりとか、そこに時間がまた必要になってきちゃうんですよね。で、3つ目は、やっぱアイデア生まれにくいかな、結果。確かに。メモって意外と僕もそうですけど、ネタのストックなんですよね。日々メモを取ることで、例えばなんかこう、新しい発想とか出たりするわけですよね。で、逆にメモしてないと、過去の気づきやヒントを、それは思い出せないんですよ。想像力低下すると思うんですよね。例えば僕なんかで言うとちょっと派生しますけど、過去のいつの時点で例えば自分の人生のフェーズ、経営のフェーズでこんなことあったよね、こんな状態だったよね。その時に例えば気になったことの気づきとかのメモを見ると、あ、なるほど、こういう感情フェーズでこういうことが気になってたんだとか、じゃあもしかしたら人って同じようにちょっと置き換えてみて、人生でこういうフェーズとかこういう系のフェーズだったらこういうこと思うのかな、考えるのかなとかっていう学びにはなるわけですよ。そこから、まあじゃあ今もしかしたら例えば対峙してる人がもしかしたらそんなようなフェーズなのかなみたいな時に、みたいな考え方ができたりとか、もしくはその対峙してる人が今の悩んでることを自分にもあったかなと思い出す時に、例えばその日付ぐらいのこうメモを出してですね、とかこうパソコンに打ってるやつをこうやると、なるほどなるほどみたいなで気づくことも結構あるんですよね。だからちょっと余談ですけど、僕はそうですね、今メモのパターン何個かあるんですけど、一つ目はやっぱ書くですよね。二つ目はスマホとかでバーってメモる。三つ目、録音しちゃって、チャット GPT とかに要約させてみたんですけど、これもある意味メモみたいなもんなんですけど、基本はやっぱりでも最初書いた方がいいなと。でもスマホで打ったとしても別に、書いちゃってですね、速記みたいなので字が汚かったらあと読めないことがある。だからスマホでバーって打ったりしますけど、その後に僕はですよ、自分流のメモルールがあってですね、例えば研修みたいなセミナーでもいいですよ。聞きました。で、書きました。とにかくメモるんですよ。まず量をメモるんですよ。時間が空いた時休憩だとか、ちょっと間が空いたとか、もしくは終わった時に、もう一回上から見直すんですね。重要だと思うことを丸つけたりとか、丸だとか三角だとか星マークだとか、囲ったりとか、ブワーって一回整理するんですよ。で要は、だからとりあえずどれが重要かわからないかバーって書いたけど、それでも要約してるんだけど、さらに要約をするというか、自分にとって重要なことをわーって印つけて、後から見返した時にそこだけ見るみたいなね。でもっと言うとさらにそれをパソコンに清書しますよ。うわ、すごいですね。重要だと思う。これで要は1回書いた、1回整理した、3回目整理しながら書き直した。3回やってるんで、結構やっぱり頭には残りますよね。確かに。取捨選択もしてるんで整理する。もっと言うと、そのメモった内容を、なかなかできてるものとできてないものありますが、本当に重要だと思ったものは、種類分けしたりとか。種類分け。整理してますよね。とにかくでも、それをじゃあ後から使うのかって言われたら使わない時もありますけど、でも、書いた、整理したってやってるんで、情報の引き出しとか、ネタの引き出しとしてはありますし、3回通過してるんで覚えるし、記憶にも残りやすいんで、思い出しやすくなる。なるほど。覚えるし、何が重要なのか整理しながら考えるし、っていうことで、身につく量は多いかなと思いますね。ありがとうございます。まとめとしては、やっぱりメモを取ることっていうのは情報を整理し、記憶を強化して、信頼を得るための大切な習慣だと思います。メモを取ることで仕事の効率が上がり、周囲からの評価も高まるってことですよと。でメモを取らないと記憶に残らず、思考が整理できず、下手したら成長のチャンス逃しますよと。もうすぐにでもね、メモを取る習慣を身につけて、仕事の質をやっぱ高めていってほしいなと思います。はい。貴重なお話ありがとうございました。皆様からいただくいいねやコメントはいつも見ていて励みになります。この動画が気に入ったら、ぜひいいねやコメントをお願いいたします。